こんばんは。ここは苫小牧フェリーターミナルです。先ほどサンフラワー、カムイで大洗から戻ってきました。今日はこれからシルバーフェリーで八戸に向かいます。シルバーティアラだね。今がだいたい20時過ぎだから、乗船まで3時間もあるんだ。今回乗る船は2番乗船口から登場するようです。昼間は太平洋フェリーが発着していますが、夜間はこういった運用もあるんですね。ようやく乗船時間になりました。23時の乗船はさすがに眠たいね。大洗でも深夜の出発だったけど、深夜の出発は待ち時間が長くてちょっと疲れるね。貨物の積み込みが一番大事なので、旅客にとっては少し不便かもしれません。ですがこの便は23時59分に苫小牧を出発し、翌日の7時30分に八戸に到着するので、日中の時間を目いっぱい取れるんですよね。だいたい8時間の航海だから睡眠時間にはちょうど良いね。シルバーフェリーは苫小牧と八戸の間を1日4往復しているので、時間の利便性も比較的良いです。今回サンフラワーからの乗り継ぎで利用していますが、それなりに接続も取れるのはありがたいところです。お客さんも結構いたよね。この時間のフェリーにしては徒歩客が多い気がするよ。東北なまりがたくさん聞こえていたので八戸に帰る人が多いんでしょうね。八戸は新幹線も通じているので、東北と札幌圏を連絡する役割もありそうです。夜まで札幌にいても次の日の朝には東北各地に行けるんだよね。おまけに苫小牧から八戸の航路はほぼまっすぐなので、かなり効率の良い移動経路です。鉄道経由でも苫小牧から八戸まで4時間かかるから、船でもその2倍くらいの時間で行けるなら選択肢になりそうだね。船内までやってきました。結構カジュアルな船内だね。机と椅子がたくさんあるのは嬉しいです。2018年就航の船なので全体的に新しいですね。今日の船室は2等寝台 A です。ベッドと机があるシンプルな部屋だね。テレビがないので少し寂しいですが、8時間程度ならこれで十分かと思います。荷物を置いてデッキにやってきました。この船のデッキは船尾のほか、サイドデッキもあります。全長 148.8 メートルで中規模なフェリーなので、船尾の設備なども少し小さいように見えます。もやいが解かれ、いよいよ出港の時間です。ロープが外れると船が揺れ始めたね。船が小さいからか、スピード感のある離岸です。サイドスラスターで水を押しのけ、力強く苫小牧の岸壁を切りつけているようです。前を見ると、先ほど通ってきた連絡通路が見えています。通路が複雑に入り組んでいるね。配線みたいなのも見えるし、宇宙ステーションみたいに見えるよ。隣ではサンフラワーの荷役を行っているので、この時間でも眠らない港という感じで活気があります。この船が出発すると次はサンフラワーが1時30分に出港。同じタイミングでシルバーブリーズが到着します。深夜でも荷役が続くのは苫小牧らしいのかな。苫小牧西港フェリーターミナルは3社共有のバースなので、荷役時間を考えて船の発着時間を調整しているように思います。夕方から深夜にかけて船の発着が増えるのはフェリーらしいですが、どのフェリーも比較的短時間で荷役を済ませているのは苫小牧らしいと思います。通常満載でも4時間程度で全ての積み荷を入れ替え可能なので、各社比較的効率的な運航をしているように見えます。バースの使用状況は結構ギリギリにも見えるけど、あと3便くらいは就航させようと思ったらできるのかな。新日本海フェリーが苫小牧航路を開設するときにはバースの使用を検討したそうですが、新日本海フェリーでは200メートル以上の大型船を使っているため、物理的な入港の危険性が高く断念したようです。この岸壁は238メートルで、新日本海フェリーは224メートルくらいだから、かなりギリギリだよね。この出港だと乗ってきた船がよく見えますね。船を追い越すように出港するのはこの船ならではだね。大きい船が通ると波が起こると思うのですが、カムイの荷役に影響がないのか少し気になります。それにしても窓の少ない船だよね。塗装も今までにない色使いだし、いかにも新造船って感じ。景色は良かったのですが、まだまだ北海道は寒いですね。もう夜も遅いし、お風呂入って休まない？そうですね。私も疲れました。当たり前ですがもう静かですね。それじゃあ私も部屋に戻って寝るね。おやすみなさい。おやすみ。
おはようございます。おはようございます。時刻は5時30分。今日は曇り空です。船は津軽海峡を越え、下北半島の沖合を航行しています。陸地も近いはずだけど全然見えないね。揺れがないから快適に過ごせたけど、八戸も天気悪いのかな？多分八戸も曇りだと思います。東北地方の春は曇りやすいそうなので、春らしい気候と言えなくもないですね。せっかく外に出たし、少し船内散歩しようよ。6階ロビーです。吹き抜け部分がいくつかあって特徴的だね。6階はお風呂があったね。この大きさの船でも大浴場があるのは少し驚きでした。確かにジャンボフェリーにはお風呂なかったよね。お次は5階ロビーです。5階には案内所があり、小さいですが限定グッズの販売もしていました。この船は乗船口が4階にあるので、船内にエスカレーターがあるのは面白いかもしれません。6階もそうだけど、パブリックスペースの椅子が多いから、個室じゃなくても快適に過ごせそうだよね。大きい吹き抜け部分から見上げています。天井が鏡なんだね。すごい奥行きを感じるね。自動販売機コーナーには普通の弁当に加え、北海道と東北の名物弁当もありました。カニ飯にウニ飯、浜飯もあったね。盛岡にあるお店みたいだけど、浜ナス亭ってところのお弁当みたい。知らない土地のご当地飲食物を知れるのは嬉しいですね。しばらく船内でゆったりしていたら八戸港に入ってきていました。昨晩先に出発していったシルバープリンセスが停泊しています。八戸のフェリーターミナルは2隻が停泊できる形みたいだね。少しずつ旋回しているのでバックで岸壁につけるようです。なんかいかついクレーンみたいな施設があるね。資料の200設備みたいですよ。多分海上で荷受けして不当のサイロに送るんだと思います。東北地方では最大の設備みたいです。八戸港は江戸時代に開かれた港で、弓状に広がった海岸を生かして漁港や東回り海運の避難港として使われました。北前船の時代の港ってことだね。八戸は太平洋側なので、日本海側ほどは栄えなかったようです。元は鮫浦と呼ばれた八戸は昭和初期にかけて開発が進められました。八戸から近い岩手県には豊富な石灰岩などの地下資源があり、これらを使った近代工業の基地として八戸は開発されたそうです。1958年には火力発電所が運転を開始。1966年には製紙工場が操業を開始。1968年には世界最大の溶鉱炉を持つ亜鉛の精錬所が操業を開始と、大きな製造設備が八戸港周辺に建設されていきます。現在も国際貨物のターミナルやコンテナヤードなど、工業と物流の拠点として活躍しています。ところで、フェリーは苫小牧だけなの？2022年までは室蘭航路もあったようですが、コロナの影響などもあり廃止になっています。2019年までは岩手県の宮古まで向かうフェリーもありましたが、利用者低迷で航路廃止となっているようです。どこも中途半端な感じがしてしまうよね。一番ちょうど良いこの航路だけ残った感じかな。こうして見るとかなり立派なターミナルなので、活用してほしくなってしまいますよね。船を降りてきました。2024年完成なのでとても綺麗ですね。ちょっと空港感がある気がするね。連絡通路が長いのでフェリーを眺められますね。隣のシルバープリンセスはトラックがたくさん見えるね。期間によっても需要の差がありそうですが、朝便って便利なのでしょうか。札幌到着便とかだとちょうど良い時間だよね。ターミナルの展望デッキにやってきました。ちょっと見えづらいけど、景色は悪くないね。この後はどうするんだっけ？この後は青森に向かいます。ご視聴ありがとうございました。